テキランドでジョンです。今回はね、こちらね、レジェンドリーグからやっていきたいんですけど、僕のアタックじゃないんですよね。タイトルとかね、サムネに入ってるかもしれないんですけども、日本人でね、今回グローバル3位を取られた方がいます。ちょっと順位を見ていきますか。トッププレイヤーの前回のランキングがね、この点々のね、点々点3を押すところをね、押すとね、出てくるんですけど、3番目のね、サム・ソルタンというアカウントの持ち主の方が、すんごい昔からね、なんか僕のね、動画とか見てくれたり、Twitter の方でね、DM とかね、いろいろメッセージ送ってくれてた子で、今回、かなり上位を取られたということで、リプレイ取ってほしいですということでね、DM くれたので、今回は、こちらのね、ライドラッシュをね、紹介していきたいと思います。名前的には、ウリさんっていうようなね、名前で活動されてるんで、そういう呼び方にしようかなと思います。こんな感じでね、リプレイいくつかもらってるのでね、早速やっていきたいと思います。はい、というわけでやっていきましょう。まずね、ライドラの編成なんですけど、結構ギアがね、ヒーローギアが大事になってくるので見ていきましょうか。吸血ヒゲとサッカーボール、ジャイアントアローとヒーラー人形、ヒーリングトームとエターナルトームで、ロイヤルチャンピオンはホグヘイストという形になってます。人によってはね、ヒーローギアが、同じライドラでも変わってくることとかあるかもしれないんですが、ここなんとね、ランチャーから入ってきますね。ウッドランチャー転がしつつ、ロケバルを使って、ランチャーに入るダメージを防いでいく。反対サイド、3次ライドラを展開してというような流れですね。すごいね、このランチャー結構強いね。テスラも拾えつつ、6時から、いい。ジャイアントアロー。ドラ系の編成は結構ジャイアントアロー大事になってきますよね。エアスイーパー折ったりとか、いろいろなね、幅で使えるのがドラゴン系の戦術との相性が良さが結構あるかなっていうところ。で、ライドラ2面展開からのレイジトームを入れていきます。クイーンはちょっとね、暴走してるような状況なんですが、環境的にもやっぱ、ルートライダーがね、やっぱり第一本線として流行ってるっていうところはあるので、援軍的にも今回出てきてないんですけど、アイゴレ系が入ってたっていうところで、空飛ぶユニットやっぱその辺の恩恵がでかいっすね。ライドラもね、結構密集された配置に強いっていうところと、対地クロスも環境的にも多いっていうところで、強いね。圧倒的。そしてキングにはサッカーボールがついてるということで、サッカーボールもね、やっぱドラ系との相性がいいんだよね。キングを、なんかルートライダー系だと内側に突っ込んでいくから、ジャイアントガントレットをね、飛ばすして、その辺の一区画を潰すみたいな使い方をするんだけど、基本的にドラゴンのキングって外周流しなんで、サッカーボールのがね、強いことが多いですね。ロイヤルチャンピオンを残したいいアタックという中で続けて。で、兵器はね、今回一応先にね、リプレイは一通り見たんですけど、ランチャーとシューターがほとんどで、あんまり他の、突撃艦イエティみたいな使い方の突撃艦の採用はありましたね。基本的には、タウンホールはライドラで潰すみたいなやり方が多かったですかね。で、ロケバルは2体持っていって、サイドカット、対空砲に限らず、こういったところ、アーチャータワーとかを削って、ルートを整備していくみたいな使い方かな。ライドラこの3時強いね。アーチャータワーを削れば空に対応する防衛施設がウィズ島だけと。いいジャイアントアローで、対空砲とエアスイーパーを追っていくと。ドラゴンからするとね、かなり美味しいジャイアントアローですよね。で、ウォールブレーカーを、キング前のところ開けていくと。で、ライドラ、レイジからのトーム。ここもうレイジかけちゃうんですね。どうなんだろうこれ、うちが、貯めるよりは、みたいなところあるんかな。バルーンに乗っけていきたいみたいなのが基本ライドラのレイジにはなってくるんだけど、モノリスに流れていったところ、こうしてタウンホールはもうライドラで確保していくっていうやり方がほとんどでしたね。他にあったかな。で、中身はね、援軍の中身はね、ドラゴン2体っていう組み合わせでしたね。この辺もね、人によって個人差出てくるところかなと思うんですけど、ドラ2体採用。ガクとかはね、スーパードラゴンとバルーンを使ったライドラをやってたり、あとはなんか、ヒーローギアもね、ロケットスピアとか使ってたりとかもあったんだけど、この辺もね、同じような編成でも、やっぱギアとか、そういうところで個性出てきますよね。ルートライダーラッシュ一つとってもね、結構、みんな違うからね。ヒーリングトームとレイジ GM 型、ドルイドの有無にはあるとは思うんですけど、あとはね、キングにサッカーボールつける形とかを配置に合わせてやってったりとか、
ぱヒーローギアがね、いろいろあるおかげで、同じ編成でもいろんなやり方が取れるよね。兵器も全員違えばみたいなところもあるし。うん。今回もロイヤルチャンピオン呪文を残しての全開です。シューター型ということで。まあやっぱシューター使えるならシューターが一番強いよねっていう話。かつ、環境的に 5V5 で使われてた配置がレジェンドでも使われるみたいなことはまあやっぱ多かったりはするんですけど、5V5 の配置って基本的にシューター対策をしてないんですよね。なぜなら時間勝負になるから、時間のかかるシューターって相対的に使用率がかなり低いので、対策する必要がないまであるぐらいな兵器なんですよ。それはレジェンドリーグになると全く関係性が変わってくるので、まあ3分かかろうが全開取れるシューターっていうのは非常に強い兵器であると。シューターはね、時間使ったら一番強いからね。で、ここレイジフリーズかけて、まあロイちゃんへのフリーズが今回は良かったのかもしれないね。ロイちゃんか、まあどうせならこっちフリーズっていうところがね、ちょっと外れたので、まあロイヤルチャンピオンへのレイジフリーズのパートは外れてしまったという形ですね。で、12時からロイヤルチャンピオン、ジャイアントアロープラスのヒーラー人形を生み出しで、反対サイドから入っていくライドラッシュになっていきます。で、結構ね、ライドラをピンポイントで、サージカルライドラみたいな使い方をするときのライドラの共通点としては、やっぱロイヤルチャンピオンとかヒーローパートの手助けになるかどうかっていうのがやっぱ大事っすかね。最終的にそこのルートをヒーローが削ることになるんだけど、それを事前にカットできたらいいよね、みたいな感じ。今のもサッカーボール中心部結構飛んでってますね。こういうの結構大事。結構その使い方でヒーローを緩和させる。まあ、今回もね、この辺が吹っ飛んでればキングクイーンも楽になったし、実際今回ロイヤルチャンピオンは使わないんだけど、ロイヤルチャンピオンパートもかなり楽になるようなレイジライドラが最初に生み出されているような状況。まあもちろんね、ライドラッシュに対するサイドカットとして使うことも多いんだけど、基本的にはなんだろう、呪文を使ったシューターみたいな感じのイメージかな。サージカルライドラとかね、だからサブアカで結構ライドラ触ったりもするんで、僕も。サージカルライドラをするときの考え方としては、やっぱヒーローパートを楽にできるか、まあ、あとは、まあ、ライドラッシュそのものに対するサイドカットだったり、まあ、基本はでも逆サイドに打つことも多いかな。まあ、その辺はね、ウーリさんがどういう考え方でやってるかはわからないのであれですが、あとね、ドラゴン系のシューターって別に食い火系のシューターと違ってなんか爆アド取ってほしいとかじゃなくて、なんか対空砲とその辺だけ拾えればいいみたいな使い方も結構多かったりはするので、まあ、なんかチェックに対してガチ勢になりすぎなくてもいいっていうところも結構楽でいいよね。なんか後々迫撃砲捕まってもドラゴンのやつだったらいいよみたいな感じで放置することも結構多くて。簡単なね、テスラチェックだけをここもやってって、多分食い火系の戦術をやるってなったらもうしっかりホグ通してとか、もうちょい念入りにねチェックした方がいいシーンなんだけど、まあ、この辺のちょっとね、まあちょっとしたっていうよりはちょっと強いけど、まあダメージ入ればいいなみたいな感じのところなので、まあそんなにユニット割かずに良いと。いいね、もうこの範囲ダメージで見てこのクイーン。クイーンの HP がゴリゴリ削れてます。一発撃ちたいな、それ。ナイス。もうクイーン死にそうなんだけど。今回もライドラ2体を展開して、レイジライドラここ入れていく。タイチクロスとかまで折れると、これシューターも伸びそうですね。撃てないか。で、上がジャイアントアローからのライドラ展開。9時にライドラだ。サイドカットライドラも展開されて、反対サイドタイチクロスのターゲットをしっかりキングで取ってあげてクイーンに入らないような形を取る。吸血ヒゲがついてるんでね、キングもターゲ取りしてあげて全然 OK っていう状況。で、今回もロケバルの方はアーチャータワー刺してますね。アーチャータワーって1体のあれで落とせないんだっけ？落下込みで。さあ、ここも中心部、シングル IT とか。結構ね、この中心部の施設ってやっぱどうしても後で取りに行くの大変なので、おい。まあ、サッカーボールがね、ライドラとの相性のいいところのあれとして、チェインでちょっとだけ入ったんだけど落とせなかった施設っていうのがね、サッカーボールでとどめをさせるみたいなところもありますよね。今、シングル IT がね、この辺にあったシングル IT がワンパンで飛んでったんだけど、そういうところも非常に強い。で、今回のシューターもサージカルライドラも両方ね、あれですよ。ヒーローパートが最終的に、まあロイちゃんを
今回も使わないんだけど、ロイちゃんが使用されそうな場所を事前に蹴っておくっていうところ。いろんな配置に対してね、やっぱり自分の取り方っていうのをね、駆使して取りに行かなきゃいけないというところなので、レジェンドリーグは難しいですが、ライドラッシュの中でもやっぱ、決まり事とかをね、決めておくのいいのかな。インビジブルタワー2枚型のね、配置。ルートライダー対策だったりとかもあると思うんですけど、嫌なタイプの配置ですね。結構、どんな編成であっても、このインビジブルタワーとの付き合い方はね、やっぱ、分かってないといけないところ。今回もテスラチェックからシューターを置いて、ポイと。対空砲さえ削れればいいというようなシューターですよね、こんなのまさに。爆撃も対地クロスも近くにあるので、もう対空さえ折れればいいですっていう、そういうシューターです。で、サイドカットとしても機能しますね、この燃焼ダメージが。外部の施設の削りも入っていって、比較的安全に対空砲までカットする。ロッケバルの強化版みたいなようなシューターになっていったと。その分兵器は使ってしまうんですけど、で僕が今回ね、見た中ではね、やっぱタウンホールに突撃艦を飛ばすパターンが一個もなかったですね。結構ライドラッシュってそういうやり方多かったりするイメージですけど。で、クイーンの方のジャイアントアローでインビジブルタワーの解除を行って、ワンチャンどうなんだろうな、エアスイーパーとかなんかいろいろ狙ってた可能性もあるんだけど、わかんないや、その辺は。とりあえずインビジブルタワーの解除ができて嬉しいねっていうところ。しっかりね、タウンホールの方までライドラ誘導していきますよね。でジャイアントアローじゃねえわ。サッカーボールでこのインビジブルタワーの解除ができるのも結構強いことになりますね。で、ライドラ進軍していくと。こうやって見てるとすごいライドラ強そうに見えるかつやってみたくなりませんか？結構ね、やってみたいなって思いましたね。ライドラ強いよね。今度もロイヤルチャンピオン残しということでね、ロイちゃん残しのアタックしか今回ないというところでね、3ヒーローで全開取れちゃうと。圧倒的ですね。本日ラストアタックになります。あとそうだね。エアスイーパーがなんか両方向、なんか同じ方向向いてる配置とかも結構増えてるんで、そういったところもあるのかな。今回ね、ちょっとおもろい攻め方してたんですけど、イーグル先に潰す突撃艦投げたんですよね。まさにね、突イエティのような。このイーグル付近にね、空に対応する防衛施設がこのおでんぞ大工ぐらいなんで、事前にカット入れていきたいって感じなのかな。そうか、ドラプラスのバルーンがいるのか、一応。そうか。ドラ2だけじゃないね。ドラにバルーンという形で、イーグル砲の区画を削ってというようなスタートです。クイーンがここは、エアスイーパー、エアスイじゃないな。真ん中なんだあれ。大工を削っていきましたね。で、エアスイが効いてない方から当然のようにライドラ展開、モノリスの方を固めていくと。で、ベビドラからのロケバル刺して、対空砲の方までサポートを入れて、タウンホール潰すタイミングで今回アトム。タウンホールも比較的近いところっていうところ、プラス、このタウンポイズンを受けて戦わなきゃいけない中央部っていうところなので、今回アトムをしっかり貯める必要があったという形かな。こういったところでヒーリングトムがやっぱりどのユニットにおいてもタウンホール通るときは強いですね。中心はね、絶対突破しなきゃいけないところなので、ここはしっかり HP の低いライドラを延命するためのフリーズを打っていきました。はい。で、イーグル砲がね、効いてないっていうところ、削れてるからね、効いてないっていうところと、裏の防衛施設がやっぱり空に対応する防衛施設がやっぱ薄いことがもう、これ明確に最初から見て取れましたよね。サッカーボール飛んでくる。ロイヤルチャンピオン10問残しの圧倒的全開ということで。はい。というわけでね、今回はね、ウリさんのね、ライドラをたくさん見ていきましたが、いかがでしょうか？世界3位になったね、ライドラ使いということで、ロイヤルチャンピオンを使わなくても全開取れるっていうシーンがね、こんなにあるんだね。そもそもね、16本しか攻めれない中で、全開数もかなり多く取らなきゃいけない上に、ロイちゃんも使わなくても全開が取れるほどに余裕のアタックが取っているっていうところでね、全開精度もさながら、そもそものね、内容にも余裕があるというね、とてもいいアタックだったかなと思います。
やってみたいなって思ったね、ところもあるので、結構やってみたくなった方も多いんじゃないかなと思うので、編成からまず入ってみて、やり方をね、何度も繰り返し見て、ちょっと見て盗むみたいなことやってみてください。また今回はね、ウリさんの方からね、リプレイ載せてほしいですって言ってくれたんだけど、またね、ちょっとレジェンド上位の方だったりとか、いいリプレイ取ったり、いいアタック取れたよって方はね、声かけていただけたりすると、僕も嬉しいので、全部を全部ね、紹介するわけには、なかなかちょっと僕の審査が入りますが、声をかけていただけるとね、嬉しいです。トッププロの方々も。はい。というわけでね、今日はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、いらっしゃい。サムとツネ動画でしましょう。さよなら。